こんにちは。今回は細長い花のモチーフをつなげていってバッグを作っていきます。使うのはダイソーさんのリサイクルポリエステル毛糸スモーキーピンクで、これは今年のもので去年のものよりも 40% 増量されていて約 100g 235メートル。これは去年のものは 70g で、手洗いができてポリエステル 100% 使用かぎ針の目安が5号。それぞれを2本ずつで編んでいきます。こっち2本とこっち2本で、使った量はこの大きい方の玉で換算して後でお知らせします。2本で編んでいくので7号で編みたいと思います。あとはマーカーととじ針を使います。今回の編み方はまず帯状に編んでいって2本目からは花びらを編みながらくっつけていきます。でまず横軸になっているこの花びらを編んでいきます。鎖を2つ、1つ戻って最初の鎖に針を入れます。針を入れる場所は2本の糸の下、糸を引き出してこれを引き抜いて細編みが1つ、これが最初の細編み、花の中心になります。次は長編みを編んでいきます。普段は長編みを編むときに鎖3つで編んでいくんですが、今回は鎖を2つ、1、2、次は長編み。針を入れる場所は細編みの真ん中、ここに針を入れて長編みをします。で、長編みは針に糸を絡めて真ん中2本ずつ引き抜いて長編み、これで細編みと長編み、今回は細編みと長編みと細編みと長編みと細編みと長編みと繰り返していきます。次は細編み。細編みをするので鎖を1つで、針を入れる場所は2本の糸の下で、ここは横から見るとさっき鎖2つした上の部分、この上の糸、鎖2つの上で、もう1本は長編みの上の糸で、この2本の糸の下に針を入れて細編みをします。で、次も長編み、鎖2つ、細編みの真ん中に長編みで、後でこの細編みの数を数えて花の数を揃えて長さを揃えていきます。なので後で細編みの数を数えたいので、ややこしかったらマーカーをつけてもらって、なくても大丈夫なんですが、それを数えるのは長編みの入っているところが細編み
今長編みを編んだ足が入っているところが細編み、こっちも長編みの足が入っているところが細編み。ややこしい場合には細編みにマーカーをつけながら編んでいきます。長編みの次は細編み、細編みをするので鎖を一つ戻って細編み、この2本の糸の下、糸を引き出して細編みで、この細編みにマーカーをつけておくと後で数えやすいです。細編みの次は長編み、鎖2つ、細編みに長編み、真ん中、長編みの次は細編み、鎖1つと1つ戻って2本の糸の下、マーカー、細編みの次は長編み、鎖2つと長編み、次は細編み、で細編みの数を数えていきます。2つに折った状態で長さは31センチぐらい、これで花の数は28個で、出来上がりのサイズを見て好みの長さになるように花の数を調整してください。細編みの数を数えていきます。ここが1つ目の細編みで、次も長編みの足が入っているところ、次も長編みの足が入っているところ、この数を数えていきます。12345678910で、長いと見えにくいのでここでは10個で編んでいきます。最後は細編みで終わりにします。この細編みはこの部分、次はここの花びらを編んでいきます。鎖を2つ、細編みに長編み、ここまでは今までと同じです。で、今引き抜いたところにマーカーをつけておきます。鎖を3つ、
同じ細編みに未完成の長編み、こういう感じで編んでいきます。未完成の長編みは針に糸を絡めて、で同じところ、長編みの足が入っているところ、この細編みに針を入れて、3本のうち2本からだけ引き抜きます。このまま完成させてしまわずに、もう一回同じことをします。これで未完成の長編みが2本、これを一度に引き抜いて花びら、ここが1枚目の花びら、ここが2枚目で、次は隣の細編みに移ります。この長編みの足が入っているところ、未完成の長編みで、今回の花びらは全部未完成の長編み2本で編んでいきます。ここだけは鎖2つと長編み、それ以降は未完成の長編み2本を引き抜いて花びらの形にします。で、花びらと花びらの間には鎖を3つ、でまた同じ細編みに花びら、花びら2枚編んだら次の細編み、長編みの入っているところ2枚編んだら次の細編みに花びら、鎖を3つ、同じところに花びら、こんな感じで端まで編んでいきます。端まで編んだら最後の細編みにも花びらを編んでいきます。これが1枚目の花びら、次は2枚目、最後の細編みに未完成の長編みを2本、これが2枚目の花びら、次は3枚目、鎖を3つ、同じところに花びら、
次は4枚目。鎖3つ。で、4枚目を編むときには、この糸足を手前に引っ張って折り曲げるようにして編みくるんでいきます。この方がこの部分が出っ張らなくてきれいに出来上がります。これが4枚目。次は5枚目。鎖を3つ。同じところ。これで5枚。で、今回の花は全部花びら6枚でできています。で、あともう1枚。鎖3つ。もう1枚。で、花びら6枚できたら隣の花に移ります。6枚できたら隣。ここも6枚できたら隣。6枚の後すぐ隣に移ります。この糸端は外しておいて、後でとじ針で始末します。6枚目の後すぐ隣。これでこの花は1、2、3、4、5枚。あともう1枚花びらを作ります。1、2、3。これで6枚。6枚編んだらすぐ隣。6枚の後そのまま隣。1、2、3、4、5枚。もう1枚。これで6枚。6枚編んだら隣。そのまま。で、5枚。で、6枚目。6枚編んだらすぐ隣。こういう感じで端まで編んでいきます。ぐるっと編んできたら、ここも花びら6枚にします。未完成の長編み2本。で、花びら4枚目。次は5枚目。次は1、2、3、4、5、6枚目。
で、最後は鎖3つ。最初のマーカーのところに引き抜きます。これは最初の鎖の鎖2つの上、ここに引き抜きます。これで1本目が出来上がりました。最後に鎖1つを編むようにして糸を切ります。で、次はこれとくっつけるようにしてもう1本編んでいきます。これで幅を作っていきます。さっきと同じように鎖を2つ、1つ戻って最初の鎖に針を入れます。2本の糸の下、糸を引き出して細編み、これが1つ目の細編みで花の中心になります。細編みの次は長編みを1本、鎖2つと長編みを1本で、長編み、細編みの真ん中に針を入れます。長編みの次は細編み、1つ戻って2本の糸の下、細編みの次は長編み、次は細編み。さっきと同じように必要な数だけ細編みを編んでいきます。必要な分だけ細編みを編んだら、次は周りの花びらを作っていきます。ここはここでこの花びらを編んでいきます。で、さっきと同じように反対側のここら辺まで編んでいきます。ここからここまではさっきと全く同じに編んでいきます。細編みの後に鎖2つ、長編み、マーカー、鎖3つ、未完成の長編み、花びらが2枚できたら次の細編みで、さっきと同じように端まで編んでいきます。このままここまで編んでいきます。端まで編んだら、この花には花びら4枚、次は5枚目で、編みくるみながら5枚目、花びら5枚になったら1本目とくっつけます。1本目のこのラインを見てもらって、花びらと花びらの間に鎖が3つあるので、その真ん中に引き抜きます。こっちも花びらと花びらの間の3つのうちの真ん中、ここも5枚目が終わったら鎖を1つ、次は引き抜きます。で、ちょっとやりにくいので平らなところに置いてみて、
で、花びらと花びらの間の鎖の真ん中、ここに上から針を入れます。真ん中で、針を入れる場所は向こうが2本、向こうが1本で、こっちが2本で、今回2本で編んでいるので全部で4本、向こうは2本、こっちを本数を多くします。で、今の位置はこっちが長い糸、次は針で、向こうは花模様。この位置関係で引き抜きます。長い糸と針と向こうの花模様で引き抜きます。で、これも引き抜くんですが、一回針をくるっと回転させて、で引き抜きます。この方がやりやすいと思います。で、次は鎖を一つ。ここは鎖一つと引き抜き編みと鎖一つ。次は元の花に戻って6枚目を編んでいきます。と2本目は5枚目の花びらの後、鎖一つ、引き抜き編み一つ、鎖一つで6枚目。5枚目と6枚目の間でくっつけました。で、全部同じように5枚目と6枚目の間でくっつけていきます。で、この花が6枚終わったので、隣の花に移ります。6枚終わったら隣、6枚終わったら隣。このまま隣。で、今、この花は花びら1、2、3、4、5枚。5枚できたらくっつけます。5枚目を編んだ後に鎖を1つ。次に引き抜き、花びらと花びらの間の鎖3つのうちの真ん中。手前の本数を多くして、で引き抜きます。引っ掛けて引き抜いて、でくるっとして引き抜いて、鎖を1つ。これで鎖1つ、引き抜き編み1つ、鎖1つで元の花に戻って6枚目。で、6枚になったら隣の花。で、ここで花は1、2、3、4、5。5枚になったらくっつけます。5枚目の花びらの後に鎖を1つと引き抜きます。向こうの鎖の真ん中。で、引っ掛けてくるっと回して鎖を1つで元の花に戻って6枚目。
6枚編んだら隣の穴、5枚になったらくっつけます。5枚の後に鎖1つで引き抜き編み、6枚になったら隣の穴、5枚になったらくっつけます。6枚になったら隣の穴、これで端まで同じように編んでいきます。端まで編んできて、今この穴は花びら4枚なんですが、ここからスタートしているので1枚分ずれていて、ここでは花びら4枚と5枚の間で引き抜き編みでくっつけます。4枚の後に鎖を1つでくっつけます。鎖を1つで元に戻って5枚目の花びら、これで5枚、もう1枚、で鎖を3つマーカーのところに引き抜きます。でもう一つ鎖を編むようにして、で糸を切って、で次を編んでいきます。でこれ以降も2本目と全く同じように編んでいきます。さっきと同じように鎖2つで始めます。3本目も細編みの後に鎖2つと長編み、でマーカー、鎖3つ、細編みに未完成の長編み、次の細編みに花びら、
これで端まで編んでいきます。3本目も花びら5枚編んだら2本目とくっつけます。5枚目の後に鎖1つ、2本目の鎖の真ん中で引き抜きます。鎖1つで戻って6枚目、6枚できたら隣の花でまた同じように端まで編んでいきます。3本目も端の花は花びら4枚と5枚の間で引き抜き編みでくっつけます。4枚目の後に1234鎖を1つで引き抜き編みでくっつけます。鎖を1つと元に戻って5枚目、鎖3つで6枚目、鎖3つでマーカーのところに引き抜きます。これで3本目が終わりました。鎖1つを編むようにして糸を切って、これを繰り返してしばらく編んでいきます。花の数が28個のものを8列編んできました。次は細編みで全体を一周します。ここら辺から始めたいと思います。花と花の間のこの2本の糸の下、ここに針を入れて細編みを編んでいきます。で、一回引き抜いてしまって細編みを始めたいと思います。後でここを引き抜いて合わせていくので、一応一回結んでしっかりとさせたいと思います。同じところに針を入れて糸を引き出して鎖を1つ、同じところに細編みを1つ、1つ目にマーカー、次は三角のスペース、細編みを3つ、鎖3つの下には細編みを3つ、花と花のくっついているところには細編みを1つ、三角には細編みを3つ、花びらと花びらのくっついているところには1つ、三角には3つ、花びらと花びらのくっついているところには1つ、
3つ1つ3つ1つ3つ1つと端まで編んでいきます。とりあえずここまで3つ1つ3つと編んでいきます。端まで来ても花びらと花びらのくっついているところには細編みを1つと三角には3つ、今までと同じです。次も三角に細編みを3つ、次は今までとちょっと違っていて、一番端の花の一番飛び出ているこの花びらのてっぺんに2つ、ここに細編みを2つ、ここは細編み3つ、ここは2つ、次また三角に細編みを3つ、で次はこの丸い形を作りたいので、ここで減らし目をします。この花びらのすぐ下、花びらのすぐ下、ここに針を入れて糸を引き出して、もう一本はこっちの花びらのすぐ下で引き抜いて減らし目をします。これを一度に引き抜いて減らし目、こういう形で次また丸く編んでいきます。また三角に細編みを3つ、花びらのてっぺんには細編みを2つ、他は細編みを1つ編まないんですが、ここだけ細編みを2つ入れていきます。次また三角に細編みを3つ、次は減らし目、花びらのすぐ下、次も花びらのすぐ下、減らし目、これがちょっときつそうに見えると思うんですが、このきつくした方が後で綺麗にできるので、こんな感じでやっていきます。三角に3つ、てっぺんには細編みを2つ、三角に3つ、花びらのすぐ下、三角に3つ、てっぺんには2つ、で減らし目、
れで端まで編んでいきます。反対側まで来たらてっぺんに2つと三角に3つ、次は長い辺に移ります。さっきと同じように鎖3つの下には3つ、花びらと花びらがくっついているところには1つ、3つ1つ3つ1つと端まで編んでいきます。長い辺の終わりまで来たらさっきと同じように花びらと花びらのくっついているところには細編みを1つ、三角には3つ、次の三角にも3つ、てっぺんの花びらには細編みを2つ、次また3つ、次は減らし目、三角に3つ編んだ後に花びらのすぐ下、次も花びらのすぐ下、これで減らし目。次はまた丸みを持たせていきます。三角に細編み3つ、てっぺんには細編み2つ、これで丸い形を作っていきます。でまたここでは減らし目でこっちまで編んでいきます。端まで来たらまた三角には細編みを3つ、細編みを1つ3つ、1つ3つ、最初の細編みに引き抜きます。でもう一回鎖一つを編むようにして糸を切ります。これで細編み1周が終わりました。次は中表にして引き抜き編みでくっつけます。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければ登録と高評価をお願いいたします。